もう10年ぐらい経った気がするんですなんか2月の記憶とかないよね。3月の記憶とかもうすごく随分前な気がします。そう話すのはウクライナ避難民を支援する NPO 法人ビューティフルワールドの理事長小野ヤーナさんと夫の和馬さんです。2月、ロシアによる侵攻が始まり、ウクライナの人々は国外への避難を余儀なくされました。県内にも4月から別府市と日田市に多くの人々が身を寄せています。その際、小野さん夫妻は避難者たちの身元引受人になり、別府市役所などとの仲介を行いました。別府手を挙げた時はなんかもうちょっと安心できるなと思いました。日本人の優しさ肌で感じてます。本当に感謝します。はい、慣れない異国での生活に最初は戸惑いながらも、行政や企業などの支援もあり、徐々に笑顔が見られるようになりました。Мы в Украине любили ходить на футбол, и сейчас хотим, да, получить максимальное удовольствие от игры. 小野さん夫妻は当初、長崎県壱岐市と別府市を行き来しながら活動していましたが、より近くで避難者に寄り添いたいと、10月に別府への移住を決意しました。避難民の方の近くに行けるっていうので、くしくも私たちの13年目の結婚記念日なので、今日が、いい節目になるかなと思ってます。買い物を手伝ったり、運転免許の切り替えに付き添ったりと、忙しい日々を送ります。すごい、一発でいった。移住から2ヶ月、別府市の中学校にヤーナさんの姿がありました。言語や生活を支援する母語支援員として先月市に採用され、学校に通うウクライナの子どもたちなどの学習のサポートを行っています。みんなで一緒に走ろう。この日は漢字のクイズや日本語の会話を教えていました。熊の手。食べたくない。食べたことない。熊の手。どんな料理？どんな料理かね。どこの国の料理ですか？中国。そう。中国の料理です。Это было сложнее, потому что приходилось постоянно пользоваться переводчиком, приходилось как на английском обучение проходило. Как-то так. Ну да, вот с разговором, что с разговором связано. 最近少しずつ日常会話始まって、でちょっと昨日何をしてたとか頑張って言ってみて、で最初やがてあと結局言えるようになって少しずつで今好きになったみたいですね。もっと話しましょうって言って、最初は難しかったみたい。支援を続けて8ヶ月、移住したことで寄り添いたい気持ちが高まったと話します。引っ越してきて本当に良かったなと思います。だって、ほぼ毎日その住んでるところに行きますから、そこでこうやっぱり細かな表情の変化とかも読み取れますし、体調が悪いってなったらすぐにこう駆けつけることもできるようになったので、そういったところは本当に、まだまだ我々を頼りにしてくださってますから、我々も一生懸命それに応えていけるように頑張っていきたい。一方、別府市の社会福祉法人太陽の家には
聴覚に障害があるウクライナ人男性が働いています。コバレンコ・バーディムさんです。コバレンコさんはウクライナ中西部の都市出身で、同じく聴覚障害がある妻と共にポーランドに避難していました。しかし環境が合わず、妻はウクライナへ戻り、コバレンコさんは9月に日本への避難を決めました。国内での受け入れ先がなかなか見つからなかったところ、障害のある避難民の受け入れに手を挙げていた太陽の家が身元引受人となりました。もう障害のない方でも大変な状況の中で、果たして障害のある方々もっとですね、大変な状況になるんじゃないかというとこからですね、スタートをして、先月正式に採用され、太陽の家で暮らしながら働き始めました。主にパソコンの運搬や部品を箱から出す作業などを行っています。職場の人とは手話や翻訳アプリを使ってコミュニケーションします。当初はその言葉の壁とか、聴覚障害っていうことが、少しだけハンディになるかなと思ってたんですけど、常に前向きなので、全く問題がないという、もうその一言につきます。職場の人は親しみを込めてコバさんと呼んでいます。この日はみんなでコバさんの漢字を考えていました。あ、いいの？どっちがいい？小さいに葉っぱ。この漢字が気に入ったようです。ある日の週末、イベント会場にコバレンコさんの姿がありました。彼が社交性でいろんな人と会いたいって言ってたので、それで今日はちょうどこういうイベントがあるので、別府のいろんな方と出会えるかなと思って。踊りが大好きなコバレンコさん。音は聞こえませんが、楽しそうな雰囲気に思わず体が動きます。社交的な性格から誰とでもすぐに打ち解けます。思ったよりお腹空いてないです。2人でここで踊ろうなみたいな話ですね。踊りとかが好きなんですよ。もう一緒にするのは友人なんですから、でも友達になってるんで、もう楽しいです。はい。すごい優しいし、すぐ誰とでも話しそうとするから、みんなすぐ仲良くなる。このまま奥さんも一緒にまたこっちに来てくれて、みんなでもっともっと仲良くなれたらいいな。友達もでき、すっかり別府に馴染んでいるようです。新しい生活に慣れてきた一方で、ウクライナに残る妻を心配し、母国に帰るよりは日本に呼ぶことを切望しています。ウクライナ避難民のために移住という決断をした夫婦。言語と障害の壁を乗り越え、別府で新たな人生を送るウクライナ人男性。激動の1年を経て、それぞれの歩みを進めています。